古事記では、イザナギとイザナミが国生みする話が述べられている。ニシンが最初に産んだ子がヒルコだった。この子は骨がなく、醜い子だったので、足舟に入れて流してしまう。次に生まれた子が淡島で、この子もお子として数えないとある。やがて、ヒルコは海に流された後、漁民に救われ、大黒様と並び、称される恵比寿様として祀られるようになる。ヒルコと書いて、恵比寿と読む。名残はここにある。捨てられた存在、未完成の存在であったヒルコは、成長と変容を経て、人々に福をもたらす神へと姿を変えたのだ。流されたヒルコイコール恵比寿は、日本神話の内部にとどまらず、視野を西方へ広げると、聖書世界とも象徴的に重なってくる。旧約聖書サムエル記によれば、エルサレムの地はもともとエブスと呼ばれ、そこに住んでいたのがエブス人であった。エブス人とは、イスラエル民族がカナンの地に定着する以前から存在していた先住民である。彼らは、現在のエルサレム一帯にあたる地域、当時、エブスあるいはシオンと呼ばれていた土地に移住していた。旧約聖書によれば、エブス人は長くこの地を支配し、ダビデ王の時代初期に至るまで、シオンの要塞を占有していた。しかし、ダビデがエルサレムを攻略したことにより、エブス人は支配権を失い、最終的にはイスラエル人の統治下に置かれることになる。この出来事によって、エブスの地はイスラエル王国の都となり、後に宗教的、政治的中心地としてのエルサレムが成立した。聖書はこの過程を通じて、エブス人がイスラエル成立以前の歴史を担った重要な存在であったことを記している。栗島勲氏著書ソロモンの秘宝には、このようなことが記されています。一般に恵比寿は恵比寿と表記されますが、これは音に合わせた当て字で、本来は恵比寿あるいは恵美氏が正しい。その根拠は古事記にあって、蘇我氏の三代目が蘇我の恵美氏と訓じています。この恵美氏イコール恵美氏の美は、火と同音で意の母音に還元されます。したがって、恵美氏、恵比氏は、恵比氏、恵比氏と転化し、さらに、恵比寿の語源は、ABC のアルファベットで、ABC、すなわち、恵比寿に起立が図られるのです。また、恵美氏は、蝦夷とも訓じ、アイヌ民族の別称とされます。これは、彼らが土着民族ではないことを示しています。こうしたことから、恵比寿神という神様が、どこの国の神様かが明白になります。恵比寿は ABC 神でもあり、ABC ヨーロッパ神と告白されています。これを裏付ける神事が日本で伝承され、今でも盛大に行われています。10日恵比寿、20日恵比寿の祭典で、そこでは、笹を持ってこいと、掛け声も勇ましく、神を褒賛する神事が行われています。特徴は、10と20の音にあって、数歌に恵比寿神の本義を置き、笹を加えて全容を明らかにするものです。まず、数歌10は、10、ヘブン、クロスで、10、10ヘブンクロス、死です。20は、20、20、日、イースターで、この2つの数が示すものは、死から生へのよみがえりとなります。また、笹は字を分解することで、恩義が浮かび上がってきます。笹は竹と世になり、竹の世、竹の実を、畜延生を象徴することで、さらに竹は一年草、すなわち12ヶ月という12の数価を有していますから、十二支族、市内民族となります。したがって、市内、笹、笹、笹、主で、主、主、主、イコールメシアということになります。これを要約すると、
シナイ民族の主、10日エビス、20日エビスの祭典は、死から蘇ったシナイ民族の主、メシアを奉賛する神事ということなのです。先に述べたエビス大国の名称にしても、単なる語呂合わせから誕生したと解するものではありません。エビス、ABC と大国大国主の御の二神を装い、別々の神と欺瞞し、隠蔽したのです。大国は黒、ブラック、ダーク、従って大国と書き改めればいい。そうすることで道は開き、ご一人のエビス大国 ABC となるのです。大国主の御にしても、元はヨーロッパの地にいたと告白しています。エビス ABC、ひふみの数値を示し、アルファベットが数理の上に成り立つ根源から決してこれは歪曲ではありません。エビス、ひふみ神、エビス大国主の御なのです。ひふみ大国主の御、エビス、すなわちヨーロッパの神だったのです。エビス大国、ひふみ、ABC、大国主の御、ひふみ、大国主の御となり、ヨセフ神が十氏族国家再生に際し、ヨセフ、大国主の御と解消したわけです。大和民族国家誕生の祖として、竹、早、スサノオの御モーセと共に列せられて、歴史に不滅の光を放ったのです。全国至るところに大国玉神社が現存していますが、そこで祭祀される神社は、ユダヤ十氏族再建、国家直接の生みの親なのです。それゆえ、竹、早、スサノオの御に関する記録は、歴史文献のほかは、大和のオロチ退治にまつわる伝説があるのみです。これは、陰に見ることのない民族の血統、陰伝子が潜んでいるからです。大国主の御と稲葉の白うさぎ、稲葉は地名として陰せられ、特に千葉、阿波の稲葉郡と稲葉沼は四国の阿波を指しています。50音のあから和が稲葉の白うさぎ発祥の地はここですよと知らせてきたのです。日本文化において、蛭子、恵比寿は始まりを告げる矢先イコール資源の神であると同時に、終末と帰結を象徴するいや果てイコール終末の神として位置づけられる。西洋の聖典である聖書では、エルサレムの古名をエブス人、エブスの地と呼び、ダビデ王はそれを攻略してシオンの都、ダビデの町を築いたと伝えられる。聖書にはこのようなことが記されている。士式1の21では、ベニヤ民族はエルサレムに住むエブス人を根絶やしにできませんでした。ベニヤ民族はイスラエル12部族の中でも最も小さな部族でした。そもそもベニヤ民族の父祖ベニヤミンはコブの12人の息子のうち一番下の弟でした。そのベニヤミン族が割り当てられた地は、なんとヨセフ族の中にあるエフライム族とユダ族の間にある場所だったのです。このベニヤミン族が割り当てられた土地は、2つの突出した部族であるエフライムとユダの間であったというところが注目させられます。最も小さな部族が2つの大きな部族に挟まれてどのように生きていくのか。しかもベニヤミンの割り当て地にはイスラエル民族にとって重要な町がたくさんあります。ベニヤミンはこの後なんとイスラエル王国最初の王としてサウルを立てます。その後失脚しましたが、最終的にはユダ族と共に生きながらえるのでした。ユダ族はすなわちダビデの部族であり、将来的にメシアであるイエスを生み出す部族です。その中にベニヤミンも加わって、その恵みにあたるものとされたということです。ここに記されているように、ベニヤ民族に割り当てられた地は、強大な二部族であるエフライム族とユダ族の間に位置していた。ベニヤ民族はその地に住んでいたエブス人を完全には滅ぼさず、彼らは存続したまま歴史を担うことになる。サムエル記によれば、
後にエルサレムと呼ばれるこの地は、もともとエブスと呼ばれ、先住民族であるエブス人が住んでいた。すなわち、エブス人は、イスラエル民族がカナンの地に定着する以前から存在していた古草の民であり、イスラエル成立以前の歴史を支えた重要な存在であったことが聖書によって示されている。一方、日本神話においても同様に、先行するが聖史から外された存在が語られている。古事記によれば、イザナギの御事とイザナミの御事が最初に産んだヒルコ、エビスは、フグの子とされ、足舟に入れて流され、次に生まれた淡島もまた、海損ないの子として数に入れられなかった。しかし、3番目に生まれた淡路島が最初に正式に認知された島として、国海神話の起点となり、続いて伊予の二名の島、すなわち四国が生まれたとされる。この神話に登場する淡島は、単なる象徴ではなく、実在の地に否定できる可能性がある。徳島県阿波市、吉野川市に位置する吉野川の中州、現在の善入寺島は古く淡島と呼ばれていた。この島は阿波印部氏によって開拓され、阿波を植えたところよく実ったことから淡島と名付けられ、それが阿波国、すなわち阿波国の由来になったと伝えられている。善入寺島は日本最大級の川中無人島として知られ、古代において重要な拠点であったことがうかがえる。しかし、大正4年、1915年、吉野川第1期改修工事に伴い、島全体が遊水地として国に改修され、名称も善入寺島へと改められた。かつてこの島には、阿波印部氏の祖神である雨の日鷲の命を主催神とする浮島八幡宮が鎮座していたと伝えられている。雨の日鷲の命は、神武天皇の統制を助けた禁止、あるいは八咫烏と同一視される存在であり、日本神話における導きと勝利の象徴である。吉野川という暴れ川のほとりに位置し、洪水の際には社殿が水面に浮かんでいるように見えることから、浮島八幡宮と呼ばれるようになったという。自然と共存する印部祭祀の象徴ともいえる神社であった。しかし、吉野川改修事業の過程で、この浮島八幡宮は政府によって取り壊され、しかもダイナマイトによって跡形もなく破壊された。跡地は埋め立てられ、神社の存在を示す痕跡は完全に消し去られた。同時に善入寺島に暮らしていたおよそ500頭3000人に及ぶ印部一族の人々は強制的に立ち退きを命じられ、島を離れることとなった。浮島八幡宮をはじめ、善入寺島に鎮座していた神社は、現在では川島城の麓にある川島神社に合祀され、形を変えながらも祭祀自体は今日まで継続されている。ここで浮かび上がるのは、単なる治水事業では説明しきれない疑問である。なぜ政府は淡島を徹底的に破壊したのか。なぜ阿波国の名の由来とも伝えられる淡島という地名までも消し去り、善入寺島という名称に改めたのか。そこには天の古草の歴史そのものを封印しようとする意図があったのではないかという疑念が残る。高根和則氏著書、アレキサンダー大王は日本に来たには、四国を流れる吉野川、吉野川あるいは吉野川とも読め、夜は暗黒を象徴し、暗黒の国を意味すると記されている。この解釈に立てば、吉野川とは死の川であり、その川に挟まれた淡島は象徴的に死を宿す島となる。そして淡島の破壊はそのまま淡島の死を意味する出来事として読み取ることもできる。さらに吉野川市川島町の学島潜水橋の下には石造物とともに多摩猿田彦狼の石踏みが建てられ、4体の仏像と1つの石碑が祀られている。これは地、水、火、
風、空の宇宙を構成する五大元素を表していると思われる。淡島、すなわち淡国の原初的起源とされる淡島、現在の全入寺島は、その島影や神話的性格が大和の古名秋津島に象徴されるトンボのイメージと重ねて解釈されてきた。昔トンボは秋津と呼ばれ、数が多いから日本は秋津島とも言われていた。日本書紀には神武天皇が国見されて、トンボが交尾、となめしているような国だと言われることから秋津島の名ができたと記されている。こうした象徴的理解から淡島は生命生成と国生みを表す地として秋津島に指定されることがある。トンボは普通に読めば精霊です。トナメとはトンボのオスメスが交尾して体が輪、ハート型になる独自の体勢をとります。トンボの英語名がドラゴンフライです。竜、ドラゴンが飛ぶ、フライという語源から来ている。大本教では、霊的世界改造のシステムは、建て替え建て直しが、大本、日本、世界と遺産段に相似形をもって、拡大進展していく競輪であり、これを秋津トナメの競輪とも言う。秋津トナメというのは、オスメスのトンボが交尾して、大小相似形を成している姿である。と記されている。古事記においては、早秋津彦の神と早秋津姫の神が男女一体の神として記されている。一方、日本書紀では、一書第6において、これらを対偶神とはせず、早秋津妃命という一神として登場させており、その神格は港の神と記されている。古事記では、この早秋津彦、姫神に別名として、港の神が与えられているが、ここでいう港とは、単なる港を指すのではなく、水の出入り口、すなわち河川が海へと注ぐ河口を意味する語である。このことから、港の神とは、川と海との境界、淡水と海水の交わる場所を司る神であり、内海と下海、生と死、汚れと浄化といった相反する世界が接触し、転換する境界を象徴する神格であると考えられている。さらに象徴的に捉えれば、淡水はメソポタミア神話における原初の淡水神アプス、あるいは知恵と創造の神エンキに否定され、海水は混沌と生成を司るティアマトに対応する存在とも解釈される。ティアマト・ナムは古代メソポタミア神話において原初の海、塩水を意味し、すべての神々を生み出した母なる神である。早秋津妃命は、そうした淡水と海水、秩序と混沌が交差する臨界点に立ち、世界生成と浄化の働きを媒介する神であると位置づけることができる。早秋津妃命は、流されたものを最終的に受け止め、次の浄化段階へと橋渡しする存在であり、川と海を分担する結節点の神なのである。神明に用いられる早は、速さそのものよりも勢い、鋭さ、霊的な働きの強さを表す事象であり、神の作用が一気に現れることを示している。一方、秋は季節の秋ではなく、秋の仮地とされ、水が開け、放たれ、通じ合う状態を意味している。津は港を意味し、河口の神であることを示します。このことから、早秋津姫の命及び早秋津彦の命は、勢いよく開かれた水の通路を司る神であり、川と海の出入り口、イコール港を神格化した存在であると理解される。そして、この二柱を合わせた総称が、港の神、早秋津妃命であり、男女の待遇を超えた一体的、中性的な神格としても捉えられてきた。すなわち、
港の神とは、境に立ち、流入と流出、浄化と再生を同時に司る水循環の要の神であり、大原への言葉では、川上にいるセオリツ姫の神によって海に流された罪、汚れを荒志保の潮の八尾道の八志保寺の志保の八尾愛にいます早秋津姫という神がすべて飲み込み完全に消滅させると説かれている。すなわちセオリツ姫の神が払い流す神であるのに対し、早秋津姫命は飲み尽くす神であり、川と海の境に立ってみそぎを最終的に完成させる存在である。浄化と再生を司るこのニシンの働きによって大祓いの神事は成就すると考えられており、早秋津姫命は大祓いの言葉において極めて重要な役割を担う神である。水に流すという言葉が示すように、川の水は一方方向へと流れ続け、海の波のように寄せては返すことはない。そのためセオリツ姫の神と早秋津姫命の二柱は人々の最悪や悩み、執着を洗い流し、完全に手放せる神として古くから深く崇敬されてきた。この二柱の神が私たちに示しているのは、しがみついているものを手放しなさいという浄化の教えである。過去の痛みや傷ついた経験を否定するのではなく、正面から受け止め、意識的に水に流すこと。過去を手放し、未来へと心を向け、新たなものを受け入れるとき、人は次の段階へと進むことができる。セオリツ姫の神と早秋津姫命は、まさにその浄化のプロセスを共に導く根源的に重要な神々である。